ルトムデジョンです。今回はね、クイーンワークズセファディン VS TWOB というクランですね。こちらインドのクランになります。これ世界選手権予選のステージ3になってまして、2勝1敗同士の対戦になります。3勝したら勝ち上がりということなので、どちらも王手をかけた一戦になります。僕結構このインドのね、このクランと対戦するとき毎回言ってるんですけど、クラウンド YT っていうところがなんか名前た形らしくて、インドの方でね、YouTube のチャンネル登録がクラクラの YouTube でですよ、100万人を超えるトップ YouTuber がいるくらいになってます。ちょっとね、選手としては入ってないみたいで、今回は出てなかったんですけど、6人目の選手としてね、なんかポスターとかにパンと出てるのは見たことあるんですけど、クラクラでね、100万人超えて、再生数も10万超えをね、安定して取れるって相当すごいですよね。そんなね、ステージ3突破をかけた一戦になります。早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。毎回言ってますが、先行クイーンはカズというわけで、カズマくんからクイヒラバル。インドだとね、めちゃくちゃクラクラが、気づかなこれ。よく気づいたな。この、突破工房のこのよくわかんない持ち手の石みたいなところでも、あれで隠れてスペースやば。さあ、キングをイーグル区画に誘導させていきつつ、クイーンを6時の方から入れていきたい流れですな。さあ、リクリボーデン使って、得意の形ですね。おっと、ちょっとクイーンが、めんどくさいルート取ってるぞ。さあ、ロイヤルチャンピオン追加、ベビドラサイドカット、早めのフィスト。からのストライカー、レイジ置いて、ヒーラー邪魔すぎる、それ、入らないです。さあ、フリーズかけていいフリーズ、ポイズンかかるようなタイミングうまい。さあ、そしてここでトーユームをかけることで、ウッドランチャーにもトームが入ってるので、これ守りきれてますね。さあ、このタイミングでね、12時ラバル追加。このね、これめちゃくちゃ忙しいんですけど、これほんと大事。レジェンドやってる人ならね、クイラバでやってる人ならわかると思うんですけど、陸おでん型した時のね、ロイヤルチャンピオンに合わせるサイドのね、この、オイラバルができるかどうかで結果が全然変わるんですよね。正確にオイラバルができると、一気に全開取れるようになります。さあ、今回はね、ちょっとシングルに捕まっちゃったので、そっちまでね、延命できる余裕がなかったので、シングル残っちゃってますが、さあもう、タウンホール以外のところガンガンに削り入れてますね。スーパーバーバリアンとバルキリーで。特に今回、1マス空いてるところをね、うまく逆に利用しようというところで、ウォールブレーカーが入ってない編成になるので、スーパーバーバリアン採用。上側もベビードラゴンが暴れてますね。さあ、シングル IT のところに、バルーンが入ってきまして、いいタイミングでのフリーズですが、ここには、さすがに罠がたくさん固まっていると。ただこれはもうシングル IT 以外のところが全て刈り取られてしまったので、いい回収ですね。得意の形ですよね。カズマスタイル、リコデン型、ウッドランチャーでぶっ飛ばしていく形。さあ、ここも、とどめのインビジブルクローク、全ユニット解放。レイジまで使ってフィニッシュガーサス。さあ、対戦相手1人目いる。ビガホグですね。さあ、これはくじくい日から始まるギガホゲ。インドクラン多いんですよね。この、最近の動画で結構言ってるんですけど、タウンホールを取らないタイプのクイヒーディガホグがかなり流行ってて、インドのクランでめちゃくちゃ多いんですよね。タウン周りがね、シングル IT のところに対して刺さりやすい、あれなんですけど、今回も2本あるっていうところで、シングル IT がこうやって2本も置いてるとヒーローとかで取りに行くっていうのはやっぱ難しくて突撃艦投げるにもリスクがあるっていうところで、そうなるとディガーたちがね、罠に影響されづらい、トルネードとかかからないし、潜り込むことでかからないディガーだったり、リクスケは引っかかるんですけど、数で押せるからいいでしょっていう理論で逆サイディガー方がかなり流行ってますね。さあ、その分ね、ディガーをしっかりタウンホールの方まで延命して誘導させないと大事故につながってしまうんですが、さあ、ここは少しね、これも読んでのアイスゴーレム採用です。さあ、アイゴレでディガーを固めて、
いきまして、しかもこれフリーズ2枚目、早めに使わせることができましたね。クイーンがそっち戻ってヒーラーついてんのちょっとずるいな。さあ、ここでトーム。さあ、キングの方もタウンホールの方にうまいこと誘導されている。さあ、ユニットがわらわらとかなりの数タウンホールに向かっていきまして、ただここポイズン浸かりつつ、トルネードで結構な量のユニットも止まってますね。さあ、キングも使ってウィザードたちも全部溶けていって。いや、どうだ。さあ、溶けて、ディガホグ、キング全部溶けたけど、ロイヤルチャンピオンがこれ能力残してラッシー付きで回ってんの強すぎる。さあ、クイーンも残っていって、フリーズ、インビジブルが1枚ずつと。さあ、回収もされていって。まあ、援軍もそうなんですけど、結構対策はされてたんですよね。なんですけど、それを上回る、このディガホグのユニットパワー。戦術としてやっぱ強いっすね。逆サイドを展開するディガホグって、タンクイヒーと違って、タンクイヒーで結構、どう頑張ってもフリーズとかインビジブルって、クイヒーに使うことになるんですよね。いらないんだよね、このクイヒールートだと。なので、最終的にも余っていると。やっぱりここまで勝ち上がってくるクランなだけありますね。インドのクランも、他にも、マルコスゲーミング入ってて、あともう一個ぐらいあったかな、どうだったかな、ぐらいって感じ。インドのクランも結構強いです。最初にも言ったけど、インドのではね、クラクラすごい人気のゲームなんで。さあ、今回額は、オデヒースタートですね。クエイク入ってるのでタウン揺らしって感じ。シューターちょっとこれバーバリアンのタゲが。AT からいっちゃってるし、これ多分、どうだろう。かぶっちゃったな。迫撃のプッシュによって、ノックバック効果によってちょっと、ダメージ入っちゃってますね。さあ、このタイミングで、クエイクからのタウン、練習前。この、おでんがタウンホールを殴るタイミングっていうのをしっかり見極めないといけないんですよね。ここレイジでウィズ島まで降り切って引っ張り直す。大工自身を直すことでタウンホールを直させないっていうテクニックなんですけど、ちょっとこれは6時の方が残ってるので、ユニット離れ離れになりそうですが。ヒーラースーパーボーラーにダメージが入ったのを見て。さあ、クイーンからヒーラー離れてしまったので、ここはトームを使っていきましたね。スーパーボーラーもちょっと危ないか？いや、戻ってくる。戻ってこい。今回、ボールブレーカーがいらないので、スーパーウィザードも採用されてますね。援軍なんであっても対応できるようなところ、その分ジャンプ2枚での誘導になります。シューターが12時部分のあとガンガンにしてくれたので、まあ中身も込みですけど、外周部に施設が全くないですね。綺麗にマルチ IT までの道が出来上がっている。さあ、投石2個のところ、これはクイーンで両方打てるような形。12時がこれで切れてるので戻っていってもう一度フリーズ。クイーンクロック、ロイヤルチャンピオン、両方の能力が残っていって、ラスト回収していって、大砲拾ってのブーメランはっしょい、強い。さあ、裏から大砲にウィザード当てていきつつ、フィニッシュ、ガーサス。いいルート作りでしたね。さあ、対戦相手、インドラスケルトンと見せかけたクローン。スケルトン使わないタイプのインドラ編成ですね。まあ1枚入ってるけど、インドラスケルトンとは読めない形。さあ、これはロケバル対空砲のとこ指していって、まあ、テスラがないっていうのを一旦バルーンでヒュイーンとチェックしていきつつ、インドラ指して、インドのクランっていうとやっぱディガホグとドラ系の攻め、フリーズ外してくれた。多分ね、突撃艦をトームに合わせたいんだと思う。これ初手トームじゃなくて、フリーズで固めることでかわしていきたいんですけど、イングルホンがの真下に入り込めたので結果オーライですね。アイゴレ刺してこれは援軍釣ってくれないか？どうだ？釣れない。撃ったわ、普通に。突撃艦投げてないけど、もう撃ちましたね。
さあ、これは決死の突撃艦ダイブになりそうだ。エアスイ残ってるぞ。ワンチャンなんかないか。めちゃくちゃありそう、そこ。誰だお前なんてことをする。うわ危険だな。これがインドですわ。よくある。このね、突撃艦に悩まされるんですよね。インドクランといえばドラ系の戦術ですよね。悩まされてる日本のクランもかなり多いんですが。さあ、この突撃艦通ってしまえばこっちのものということで。インドラスケルトンじゃないんですけど、普通に強いですね。スケルトンでターゲット拾わなくても、最終区画までこうやって残っていって、ロイヤルチャンピオンも残りつつ、クローン1枚使ったんですけど、特にね、縦ユニットとして使ってた感じではないので、ドラドラよりもインドラの方が強いと判断して、今回はインドラ採用だったってわけですよね、編成的に。いやー、しっかり取られましたね。さあ、2人ずつ全開スタート入って、3人目、ホッサン、スケルトンインビジブルコウモリ。マルチクラン城になりそうですが、宝石だったりするのかな。いや、マルチの気がしますけど。シングルか？クロスでした。外れです。難しいよね。クロスなんだ。すげえ。対地クロスね。で、スケルトン、そうだよね。今2枚打ったよね。スケルトン2枚だったんで、これ、シングル狙ってましたね。シングルと、対地クロスと、クランジョかって感じだったんだね。狙いは。確かにルート綺麗になるな。キングロイちゃんを3軸角入れていきつつ、これはフィスト使ってクイーンの方戻ってきそうですね。いいですね。戻ってきて、ただここにはトルネード。フリーズかけたこととキングの角度が良かったので、これはなんとか引っかからずに、これはスーサイド狙いのトルネードだったと思うんですが、しっかりこれはかわしていって、ロイヤルチャンピオンで回収できています。で、ここシングルと対地クロスがないことで、ロイヤルチャンピオンが生きてマルチまでさせるような形が作れるって踏んでたのかな。結果的にはマルチの方にはいかなかったんですが、ルート作りとしてプラン的に強かったと。さあ、一気のラバストライカー、ドラゴンライダートーム。これボマーもトームかかってるので、もうこれ、めっちゃ何枠分トームかかってんねんっていうレベルなんですけど。さあ、イーグル区画に届いたら、バルの方に合わせて、バルーンも出していきつつ、2投石入ったところ、ここはフリーズ、ラバハウンドを追うようにバルーンを追加で対空砲をさしていって、エイスとイーグルのところを走らせていって、フリーズ、これはしっかりとライダー延命のフリーズ。シングルのところ、ちょっと減りましたが大丈夫そう。さあ、ラストフリーズはおでん像選択。降り切れましたね。いや、強。ストライカーが暴走して回ってます。強え。さあ、3人目。クイヒーラバル。出たクイラバ。こういうね、一人クイラバとかね、トツウィズとかできる人が入ってるんですよね。そういう人多分、インドクランで重宝されると思う。さあ、両サイド、サイドカットを行いつつ、シューターを隣に投げていくことで、このパラソルクイーン使ってないんだよな、俺。ピクセルで固定しちゃってるから。持ってるけど結局使わなかったな。イン飽和しすぎてなんかもう、すごいな、打つたんびこれ、傘開くんだ。すげえ腕疲れる。冷静に考えてちょっとダサいよね。あれが。毎回傘パンパン開いてるわけでしょ。あれそう。さあ、下側、アイゴレからのスケルトンロイヤルチャンピオンでシングル IT をケアしつつ、タウンホールの方はこれキングで
拾いに行くような形ですね。マルチをフリーズかけることで、バーバリアンを延命したいという意図のフリーズ。イーグル砲飛んでくるんですけど、先にタウンホール落としていって、ロイヤルチャンピオンもこれ使ってくれてるのがありがたい。必要最低限のカット要因としてキングロイちゃんを使っていきつつ、シューターがこれ強いね。シューターがめちゃくちゃ強い。打ち続けてる。食い火ちょっと待ってる感じ。インビジブル使っていったんですけど、イーグル砲の方に入って、これはしかもマルチも入って、ヒーラーにこれはイーグルが飛んでくる。全部解けますね。強い。ただ黒く残ってる。さあ、ラバーは解けていって、赤枠がめっちゃ解除されたけど、ここ初手トーム。クイーンの方クローク入ってくれましたね。さあ、頑張れマルチ。さあ、赤枠一気にヒットして、マルチ頑張って残んないけどテスラが残った。さあ、上は上でマルチが残っている。どうだ？さあ、マルチインフェルノが頑張っている。おでん残ってんのかな。さあ、バルーンは落ち始めてはいるんですけども、テスラのところになんとおでん。ドラゴンライダー。ホーミング。奇跡的に残っていた。ホーミング。さあ、ボールブレーカーでタゲ取りますが、ホーミング。さあ、バルーンが落ちていって、これ、奇跡の 99% 防衛になるか？なるんですね。これは神防衛。さあ、ここまでオール全開だったわけなんですけど、ここに来ての 99% 防衛、でかすぎ。やばいね、これは。バカでかい 99% 防衛が入りまして。結果的に何があれだったかっていうと、今のね、インビジブルの呪文を使ったことでね、ヒーラーがね、イーグルに撃たれてるんですよ。今の最後に出てきた空罠の部分ってね、ヒーラーが生きてれば、ヒーラーが吸ってた罠なんですよ。なので、あそこでヒーラーが全部落ちたことがね、これ撃たれてね？シューターが撃たれてる。ヒーラーが撃たれたことによって、できた防衛なので、食い火に限らずなんですけど、食い火だと特になんだけど、ヒーラーの延命ってほんと大事なんですよね。今のはちょっと回復量とは関係ないところで、ヒーラーの大事さが出た場面でして。スーパーネクロ編成、シューターを隣に添えた形だったんですけど、ちょっと初手で、食らいたくない攻撃を受けてしまいましたね。天才ではない形。エリクサータンクまで拾ってから戻していく。天才ではないので、時間はいつものスパネクよりは少し楽にはなってるはず。レイジとかで加速ができるので、普段はね、天才だけなので、ゆっくり進まなきゃいけないので、呪文的に微妙なところなんですけど、レイジがあるので時間は少しおでひ、普段のスパネクより長めに見ましたね。さあ、キング3軸角、ここはシングル捕まってるのでフリーズを打っていきつつ、さあ、ここはラバパピー。しっかりポイズン持ってきているので処理ができます。この辺もね、普段のスパネクだと積まない人は積まないですからね、天才系だと。さあ、イーグル砲にシューター打ってほしいところ。HP ちょっと最初に受けた分、折り切れるかどうか。さあ、しっかりタウンホールのところでトームを打っていってタウンポイズンを無効化していきます。しっかりヒーラーにも入っていてね、ヒーラーが回復し続けてくれている。さあ、この中心レイジが強い。さあ、12時の方は、しっかりロイヤルチャンピオン打ち勝ってくれて、フリーズインビジブル残っているところ、シューターのところは、中身で折り切りましたね、イーグル砲。どうだ？巨爆かわしてストライカー、ロイヤルチャンピオン届いていって処理ができて、上側もロイちゃんが打ち勝ってる。フリーズインビジブルが1枚ずつ残っていって、バルキリー強。シューターから出てきたバルキリーが非常にいい働きしてますね。呪文2枠残ってるので、これは使えば問題なさそう。使わなくてもいけると。いうことで、大手4人連続全開で、今の 99% 防衛が、これはかなり響きますね。
ナイス全開。さあ、対戦相手4人目。ポツンズっぽそうだけど、兵器が、変わりましたね。さあ、バルーン投げて、ラバハウンドを出していって、ここはバルーン追加。表にはないという読みですか。さあ、しっかり。これは突ビズかなり奥まで届きそう。届いていって、投石区画奥まで。いい突ビズのバリューになってしまいそうなところに入り込みましたね、これは。ラバハウンドもクロス残ってくれそうだけど、ラバも結構ダメージ入ってサイドカットにもなって、いい突ビズ決まっちゃいましたね。なんだよね。一人いるんだよね。突ビズの人がインドには。さあ、金コースにゴブカット入れつつ、いやー、そのスニゴブ犯罪すぎる。一体のスニゴブが、追加でね、降りないかもと思って出したそのスニゴブが、全然折れてるんですけど、これ、罠解除用の出し方じゃなかったもんな、今の。トルネード解除されちゃいましたね。さあ、アイゴレキングを使ってタウンホールの方にスーサイドか進めつつも、これはタウンホール大丈夫だろうと踏んで逆サイラバル展開と。タウンホール起動しますが、いいタイミングでアイゴレが破裂していって、6時ヘイストだけ置きつつ、4時の方からショテトームストライカー、クイーンの方まで届かせていきます。さあ、使ってなかったロイヤルチャンピオン、タウンホールが落ちたのを確認してから追加で登場。3時、てか3時の方が残りつつ、バルーンは結構、うだってはいるんですけど、このロイちゃんが強いですね。さあ、クイーンの方もクロークギリギリなんですが、打っていって小爆弾ヒットも微妙に噛み合わず、落ちず。さあ、ロイヤルチャンピオン能力残して最終区画って形なので、99% との勝負ですね。前回を取ったら勝ち、99% だと時間的に勝てないので、前回を取らなきゃ結果的には勝てないというところで、かなり緊張する最終アタックに参ります。さあ、最終アタック。前回取ったらそのまま試合終了です。勝ち確定というわけでパーフェクトをかけた一戦ですが、相手もね、99のあの防衛しか取れてないので、すごく大事なアタックですね。3時の方にキングを誘導するような形。今回特にクイヒラバルラバ2体編成ですね。あんまり見ない形だと思うんですけど、ラバ2枚積みました。さあ、いい感じに。ヒーローもそんなにかかってるわけではないので、この区画じゃないだろうなと思ったので、対策は。あっても大丈夫なんで。ここにあったところで感が半端ないので。さあ、これ、イーグル区画でテスラ拾えて、うわ、美味しいって。ごちそうさまでしたテスラが生えてきつつ、ちょっと援軍に驚きました。スーパードラゴン来ました。って思って。初めて見たレベルなんですけど、あれで出てきたかも。ラダーで出てきたかも、そういえば。あんま見ないっすね。弱いですね。これ何用だったんだろうね。ドラとか、援軍処理しないラバルを見てたんですかね。気持ち的にはね、左から入ってくるっと右に持ってきたかったんだけど、右から入っちゃうのが途中で気づいたので、ちょっと修正します。そうか、そっちから行くかってなっちゃったので、それがちょっとこれテスラ拾われると思って、しょうがないので、バルーン出してからストライカーが正解でしたね。ただ、ウォールブレイカーだけはしっかり刺したいところ入ってくれたので、ロイヤルチャンピオンちょっともともとこの辺使う予定だったんだけど、6時から出してラバル展開。ラバ1なのと、この辺多分対策ひどいだろうな。もうなんならトルネーまであるかなと思ってたんで、最悪。その警戒もあって、ラバ1とりあえず通しつつ、ハイダメージのものがここないんで、パピーも知らないので、ラバ1でここはこと足りると。で、オイラバストライカーをここぶっ放していって、トルネはこっち表でしたね。これはトルネかからないようならばかけます。ストライカーもそうだね。
このマルチにロイちゃん誘導したくて、マルチの方にしっかり入って、裏から2枚目、ラバに対してボマー刺して、クイーンの方も生き残ってフリーズかけてと。まあ呪文がめちゃくちゃ残ってるんで、もうすごい。これのためだけのフリーズを打ってあげて。追いラバしたことでもこの投石と対空砲のところが完封できてるんですよね。ラバストライカー。まあ、この辺スーサイドラバルみたいな展開ですね。もう余った呪文をふんだんに使ってあげて、時間も全然余裕があるので、これでフィニッシュです。さあ、これで、サードステージ、突破を決める全開で、パーフェクト勝利と。ということで、試合終わった感出してますが、まだワンアタック残ってます。さあ、ライドラッシュ。おお、もう、早い。そんなにも何も警戒することなくパンで投げてきましたね。さあ、タウン突。援軍を3時の方に寄っていくと。いやー、15対最後のスコアって感じか。結構、ね、このサードステージはね、大事なアタックが多かったので、緊張しましたね。まあ、どのあれも大事なんだけど、久々にすごい、あんまり他で本気で防衛を祈る対戦ってなかなかないんで、すごいやっぱ緊張感ありますね。世界大会予選。ライドラッシュ、初手トームぶちかましつつフリーズ。これはクイーン外れたので、ライドラが結構解けそうですが、もう一回フリーズかけ直しましたね、これは。クイーンまで処理されていく。マルチまで行かれちゃう。タウンホールがもうすでに落ちてるので、スーパーガーゴイルもう1体だけ入ってますね。なんかもういろいろ残ってるけど、さあどうする？さあここはスパガゴでオデン像を打ち抜いていって、こういうガーゴイルピンポイントで使うの強いよね。さあフィスト、しかも中心レイジ、ロイヤルチャンピオンもいる。すごい形になってるな。ドラゴン系の攻めで中心にヒーローが入ってくることってほぼないんですけど、なんか役割逆。ライドラが外周行ってヒーローが真ん中いる。なんか何の戦術って感じになってるんですけど、貫かれていってクイーンクロックフルイズ残って、前回取られていってマジかって感じだな。いやー。ということなのでね、最終アタックもライドラッシュというところで、ボケてたら負けていったと。時間でね、負けてるんですよ。なのでね、あの 99% 防衛がね、めちゃくちゃでかかったんですよね、実は。まあ、普通にでかい防衛なんですけど。さあ、前回取れまして、15対14の勝利です。はい、というわけでね、終了しまして、まあ何度も言ってるんですけど、1% の差で勝つことができましたと。クラクラにおいてね、1% って本当にでかいですよね。ガチで危なかったんですけど、特にインドのクランって結構波も激しくてですね、安定しないのがインドの特徴なんですけど、この前の試合11点だったんですよ。11点で、なんだったかな、負けたんだったかな。なんか相手も11点だったの確か。SGT だっけ？どこでやってたんだっけな、どっか忘れたけど11点の試合やってて、結構攻撃、11点って結構やばいじゃないですか、普通に。あれだなーと思ってたんですけど、この試合 499% でしょ。いやー、波がね、激しいんですよ。強い時のインドマジで強いんですよ。危なかったですね、本当に。また何はともあれね、ステージ3、これで勝ち上がることができたので、ステージ4進出です。さあ、ベスト8っていう言い方でいいかな。8クランに残れたので、残り4クランに絞るところ半分ですね。8から4に絞るところ、ここを最後勝ち抜くことができれば、4年連続の世界大会出場決定ということで、最終予選までなんとか滑り込むことができました。展開的にはね、初戦でね、スペースステーション引いて、ちょっと厳しいトーナメント運してるな、相変わらずとか思ってたんですけど、そこからね、立て直して3連勝でしっかり勝ち確決めまして、勝ち上がることができてよかったですと。日本クランはね、4クラン出てて3クラン勝ち上がりました。途中でね、試合があった GS もあの後勝ち上がって、同じく8クランに残っていて、忍者がね、プロ契約しまして、ブラインド e スポーツっていうクラン名に変わったんですけど、忍者も勝ち残って、ブラインドが勝ち上がってます。
合計ね、8クランのうち3クランが日本クラン入ってるってことで、4クランがね、出れるんですけど、こう日本クラン出れる確率も高い。クイーンウォーカーズ以外にも可能性がありますし、当然僕らはね、勝ち上がる気でいるんですけど、去年もね、2クランが世界大会まで行ってるんですけど、忍者もすごいですね。ここまでしっかり調整して勝ち上がってきましたね。2年連続の世界大会もありそうです。日程的に多分、最終ステージの前にこの動画ね、出せてるはずなので、ぜひ、9月10日にね、最終ステージありますので、応援のほどよろしくお願いします。ということで、9月10日23時からですね、公式チャンネルだったり、この辺で、ケイスケさんもやるかもしれないけど、その辺でいろいろあると思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。というわけで、最終ステージ、ステージ3勝ち上がりでした。というわけで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。